日本語の歴史って、どうやって調べるのかしら。昔の文献を読むくらいしか思いつかないわね。実は最近だと進化生物学のような手法も使われているんだ。系統発生的手法を使用して言語データを分析するぜ。この系統発生的手法を言語学に用いることで、語族の構造や言語の成立時期が明らかになるんだぜ。さらに言語がどう広がったかの洞察も得られる。これは言語進化の一般的なパターンを研究できるぜ。生物の進化みたいに言語を調べるのね。なんだかすごく科学的で面白そうな手法だわ。今回は日流語族の進化と多様化について解説するぜ。これは日本列島で話されている言語のグループだ。日本語も孤立した言語ではなくこの語族の一部だ。小さいが世界の主要な語族の一つとされているぜ。青銅器時代の水田稲作集団が日本列島にもたらしたんだ。紀元前1000年期の弥生時代のことだと言われている。日流語族って、どれくらいの言語が含まれるの？日本語と琉球語の二つだけというわけじゃないの？相互理解可能性から少なくとも十数言語はあるぜ。今後の研究次第では50近くになる可能性もある。ちなみに琉球諸語や八丈語は消滅の危機にあるんだ。他の方言も標準語の圧力で危機に瀕しているぜ。地理的には本土の日本語と南の琉球諸語に分けられる。これは伝統的な方言分類でも一般的な合意だぜ。消滅の危機にあるなんて、悲しい話ね。その日流語族の歴史は今までどう研究されてきたの？実は語族の系統に関する研究は限られていたんだ。21世紀の大規模な系統樹アリーと長谷川の研究などだった。彼らは2011年に広範な系統樹を提示したんだが、その手法や結果にはいくつか問題点があったんだぜ。まず日本語と琉球諸語の分岐時期の推定が曖昧だった。弥生時代に分岐したとしているが信頼区間が広すぎる。信頼区間が広いって、具体的にどれくらいなの？年代がはっきりしないと歴史の解明にならないわよ。紀元前2000年から紀元後800年までと幅があったんだ。つまり縄文時代や古墳時代に分岐した可能性もある。特に古墳時代以降に分岐したという対立仮説がある。年代の幅が広すぎるとこの仮説を排除できないんだ。それだと農耕とともに言語が広まった仮説には問題だ。他にも九州と琉球が同じ系統だという別の主張もある。古墳時代に分岐した可能性も残っていたのね。他にはどんな問題点が指摘されていたのかしら？本土日本語の祖先の時期も分析によってバラバラだ。メインの系統樹では17世紀と推定されていたんだぜ。でも補足資料の系統樹では12世紀とされていたんだ。これにはさらなる調査が必要なほどの矛盾がある。8世紀の上代日本語の時点で言語の多様性はあった。だから17世紀に祖先がいるというのはおかしな話だ。分析によって500年もずれるなんて不思議ね。琉球諸語のデータについてはどうだったのかしら？琉球系統群のデータが極端に過小評価されていたんだ。10個の言語しかなく奄美と沖縄からは各一つだけだ。琉球諸語は研究が進んでいる途中だが、基礎語彙のデータはある。だからもっと多くのデータを含めるべきだったんだぜ。ということで、今回話す2025年の最新の研究ではこれらの問題点を是正しているぜ。より詳細なデータを用いて精度を高めるのが目的だ。具体的にはどうやって改善していくつもりなの？新しいデータをもっとたくさん集めたってことかしら？その通りだ。新しい語彙データセットを構築したんだ。日流語彙と呼ばれる新しいデータセットを作成したぜ。上代日本語を含む48の日本語を収集した。さらに33の琉球諸語のデータも集めたんだぜ。概念の数も日流語族の語彙に合わせて調整したんだ。合計で256の概念についてのデータを含めたぜ。48の日本語に33の琉球諸語ってすごい数ね。単語のデータだけを使って歴史を分析したのかしら？いや、語彙データだけじゃなく音韻配列データも使った。語彙と音韻配列データを組み合わせて精度を高めたんだ。系統解析はパラメーターが多いから大量のデータがいる。しかし研究が進む他の語族よりも日流語族は歴史が浅く語彙の文化が限られている。語彙が似ている近縁の言語の関係を解き明かすためには、音韻配列データからの系統的シグナルが必要だったんだ。音韻配列データって初めて聞く言葉だわ。具体的にはどういう情報を抽出して使うのかしら？ 256の語彙項目からバイフォンを抽出したんだ。バイフォンというのは隣り合う2つの音の連続のことだ。例えば、青い、という単語の場合、あ、と、お、と、い、というように音の連続を分ける。これをすべての単語で行いバイフォンの目録を作るんだ。そして各言語にその音の連続が存在するかを日で記録する。音のつながりのパターンをデータにするなんて面白そう。それを追加することで本当に精度は上がったのかしら？ああ、音韻配列データは非常に価値があったと分かった。系統的シグナルを含む形質が355も追加されたんだ。語彙が似ていても子音の融合などに違いがあるからな。
だから音韻配列データを追加する価値は十分にあったぜ。それじゃあ次に実際の系統解析の話に進むとするぜ。今回はベイズ推定という高度な統計手法を用いている。ベイズ推定って色々なシミュレーションをするのよね。時計モデルとかいうのも設定するって聞いたことあるわ。よく知ってるな。厳密時計モデルに加えて、枝全体の速度変化を考慮する対数正規緩和時計も使った。語彙と音韻配列は進化の性質が異なると予想されるから、それぞれ別々にモデルを適合させて分析したんだぜ。年代をカレンダーの単位で推定するために事前分布も置いた。日本語の枝には上代日本語の記録に基づいた事前分布だ。琉球書語の枝にはどんな事前分布を設定したのかしら？古い文献とか考古学的な証拠から年代を推定したの？南琉球の最も近い共通祖先の年代に事前分布を適用した。11世紀に農耕やグスク土器が出現したことに基づくぜ。これは南琉球の集団の遺伝的文化の時期とも一致するんだ。考古学と遺伝学の証拠を統合して年代の基準を作ったんだ。それではここから詳しい分析結果について解説していくぜ。まずは系統樹のトポロジー、つまり枝分かれの構造からだ。ついに結果発表ね。本土と琉球の関係はどうだったの？やっぱり昔から言われている通りに分かれていたかしら。九州を含む本土日本語と琉球書語の最初の分岐は、非常に高い事後確率で全てのモデルに存在していたぜ。上代日本語は他の全ての系統のアウトグループとして現れた。そして現代の言語を含む系統群の事後確率は1だった。日本語の系統群の中では中核的な東北方言が最初に分岐した。残りの本土の言語は大きな中央日本語系統群を形成したぜ。東北方言が最初に分かれたっていうのは意外だわ。中央日本語の系統群はさらにどう分かれていったの？京都や奈良などの歴史的首都周辺の中核的な言語と、残りの周辺的な言語の間に大きな分岐が見られたんだ。そして九州の言語はこの周辺的なグループに含まれた、事後確率1の確固たるサブグループを形成したんだぜ。つまり九州と琉球が同じグループだという説は支持されない。これらは明確に別々の大きな系統群に属しているんだぜ。九州と琉球は別々だったのね。琉球の中はどう分かれたの？奄美とか沖縄とか、島ごとにグループがあるのかしら。琉球系統群の中では奄美と沖縄が明確なサブグループだ。これらが安定した北琉球のサブグループを形成したぜ。南琉球の中では宮古サブグループが明確に現れたんだ。マクロや江山のサブグループも時計モデルによって現れた。そしていよいよ気になる年代測定の結果について話すぜ。語族全体の年代の推定値の中央値は紀元前470年から紀元前380年だ。紀元前400年頃ってことはやっぱり弥生時代ってことね。日本語系統群の最も近い共通祖先はいつ頃になったの？日本の系統群の共通祖先の 95% 信頼区間は、西暦980年から1420年までの範囲にあったんだ。これは明らかに中期日本語時代に多様化したことを示唆する。ただ初期中期日本語時代の後かどうかは少し不確実だぜ。西暦980年って平安時代の途中くらいよね。思ったよりずっと新しい時代に多様化したみたいで驚きだわ。次に琉球系統群の共通祖先についての年代測定結果だ。琉球系統群の共通祖先の 95% 信頼区間の下限値は、西暦970年から980年の間と推定されたんだ。これは11世紀以降のグスク時代よりも前の時期だぜ。つまりグスク時代以前に多様化が起こったことを示唆している。本土から琉球への最初の人口移動と時期が一致するんだ。琉球の方言も西暦900年頃から分かれ始めたってことね。全体的に、以前の研究の矛盾は解決されたと言えるのかしら？ここから考察と結論の部分に入っていくとするぜ。完全に全てが解決したわけではなく、新たな疑問も生まれたんだ。ペラールは2015年の研究で時間的な矛盾を指摘していた。紀元前1000年の弥生時代の始まりと最初の分岐の間の矛盾だ。以前の推定では最初の分岐が紀元前200年頃とされていた。農耕の伝来から分岐まで800年も間が空いていたんだぜ。800年も言葉が全く枝分かれしなかったってこと？確かにそれはちょっと不自然な気がするわね。本校で提示したモデルでは分岐は紀元前400から500年に起こったと推定している。つまりこの時間的な矛盾は本校の結果にも存在しているんだ。ただし以前よりも年代が古くなった分、程度は低くなっている。明確な説明はないが、ある言語学者の興味深い示唆があるぜ。どんな示唆なの？空白の期間の謎を解くヒントになるかしら。言葉の歴史にはまだまだロマンが隠されていそうね。ボビンは2017年に、日流語族はかつてより多様だったと示唆した。かつては現在よりも多様な言語族であった可能性があるんだ。
つまりこれらの推定年代はその多様性の部分的な喪失を反映している。昔はもっと枝分かれがあったが途絶えてしまったという説だぜ。なるほど、消えてしまった言語の枝がたくさんあったのね。今残っている言葉だけで測るから時間が飛んで見えるんだわ。本土日本語の系統文の構造は伝統的な方言学の区分と綺麗に一致した。構造的特徴に基づく東西の区分や語彙拡散に基づく中央と周辺の区分だ。しかしここでも新たなパラドックスが浮上してしまったんだぜ。現代の本土日本語の共通祖先が上代日本語よりもずっと新しいことだ。上代日本語の時点で中央と東部の編種にはすでに違いがあったんだ。そしてその違いのいくつかは今日まで持続しているとされている。昔から違いがあったのに、共通の祖先はもっと後なの？それってどういう風に説明がつくのかしら？東部上代日本語の記録が少なくて語彙の文化を正確に判断できないんだ。これを説明するためにはさらなる研究が必要とされているぜ。もしかすると歴史的に威信の高い標準的な編種の影響の下で、当時の多様性が長い時間をかけてゆっくりと侵食されたのかもしれない。標準語の力が強くて、古い言葉の特徴が上書きされたってことね。琉球の方言についてはどんな結論が出たのかしら？琉球系統群の主要なサブグループは地理的な分割に大きく従っていた。この分岐は以前に提案されていた分類にも大きく沿うものだったぜ。琉球の共通祖先から南琉球への枝が比較的短いことも分かった。これは島々への最初の移動の後、かなり早く島全体に定住したことを示す。まるで爆発的な拡大を表しているような広がり方だったんだぜ。オーストロネシア語族の拡大にも見られるようなバースト的な拡大だ。島伝いに一気に言葉が広がっていった様子が目に浮かぶようだわ。系統発生的手法って本当に色々なことがわかるのね。結論としてこの分析は語族全体の年齢に関する以前の発見を確認した。本土日本語の内部構造に大きな確実性をもたらしたと言えるぜ。さらに琉球諸語の歴史についてもより詳細な視点を提供できたんだ。今回提示した新しい系統樹は言語進化の幅広い研究に活用されるはずだ。また音韻配列データが語彙データをうまく保管できることも証明した。日データだから語彙のデータとの統合も簡単だったんだぜ。新しい分析方法で日本語のルーツがさらに鮮明になったのね。これからの言語学の発展がますます楽しみになったわ。浅い時間深度の言語の分析にはこの手法がかなり有効だと分かった。将来の研究でも日の音韻配列データが恩恵をもたらすかもしれないぜ。というわけで今回の日流語族の多様化についての解説はここまでだ。言語の進化の歴史はまだまだロマンに溢れているぜ。勉強になったわ。言葉の歴史って本当に奥が深いのね。また、日本語の面白い話を持ってくるぜ。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。